おはようございます。メリカミタイチです。今日は和牛ロースの焼き方を紹介していきます。以前にも何回か紹介しましたけども、今回も美味しく焼いていきたいと思います。それでは焼いていきましょう。それではきれいに掃除したロースの塊肉を切っていきます。今回は分厚めに大きな塊で焼いていきたいと思います。最終的にキュイソン、火の入り方はロゼに仕上げたいと思います。このようにきれいにサシが入っていて非常に美味しそうな和牛です。またロースの掃除の仕方は動画を上げたいと思いますので、そちらを参考にしてください。大きい塊焼く時のポイントですけども、まず焼く1時間前には冷蔵庫から出して常温に戻しておいてください。その後きっちり塩コショウを両面します。今回はフライパンを使って火を入れていきます。火をつけたらすぐに温まる前にゆっくり肉の側面から焼き固めていきます。この時火加減ですけども、中火よりやや弱めでじっくりと焼いていきます。今回は油など一切引かずに和牛自身の脂が出てくるのを待って、その油で焼いていきます。このようにちょっとずつ動かしながら出てきた油を肉の下に入れるような感じで焼いていきます。もちろんこれ鉄のフライパンでも同じように焼いてもらっても全く問題ないと思います。このようにじっくりまず油を出しながら側面を焼き固めていきます。このようにちょっと出てきた油を肉の下に入れるような感じにして焼くと、より早く色がついてより美味しく仕上がっていきます。側面全面がきっちり焼けた段階で最後表の面を焼いていきます。先ほど側面を焼いている時はこまめに動かしながら和牛から出てきた油を肉の下に入れていましたけども、この大きい面を焼くときはあまりそれをする必要はありません。焼いてる間に肉から牛脂が出てきます。なので自然にきれいに肉が焼けてきます。ですのでそこまで動かす必要はありません。今回は油も引かず、ニンニク、タイム、ローリエなども使わずに牛脂だけで美味しさを閉じ込めて焼いていきたいと思います。いろいろやり方がありますので、ニンニクを入れてももちろん構わないですし、オリーブオイル、バターなどで仕上げても構わないと思います。今回ガルニチュール付け合わせですけども、アーティチョークを使ったアーティチョークアライタリエヌ、イタリア風のアーティチョークを用意します。このガルニチュールアーティチョークを使ってトマト、生ハム、香草など入って非常にいろんな味の入った付け合わせになっています。ですのでそれに負けないように和牛だけの味をシンプルに出したいと思っています。この和牛を焼いている時の牛脂ですね、非常に美味しい甘い匂いがしてきます。やはり和牛から出てくる独特の旨味があるので、この牛脂を使ってきれいにロースト焼くことによってより和牛のステーキが美味しくなると思います。もちろんこのようにきっちり周りを焼き切ることによって旨味がキャラメリゼされて茶色くなって非常に和牛の味の詰まった美味しいステーキになります。これぐらいの塊だとオーブンに入れる必要はありません。前もってきっちりと1時間以上前に常温に出しておくというポイントを守れば、フライパンだけできっちり美味しくステーキが焼けます。今回は他に付け合わせがあるのでしませんでしたけども、この空いているスペース、フライパンの空いているスペースでプティゾニオンですね、小さい玉ねぎ、あとじゃがいもなどを一緒にローストしても非常に美味しいガレンチュールができます。
あと肉を休ませている間にこのフライパン、油を使ってキノコなどをソテーしても美味しいですし、ほうれん草をソテーしても美味しいと思います。もちろんこの油捨てるところがないのできっちりと活用してください。最後ロポゼ、休ます前にアロゼします。このようにあったかい油を肉の上にかけます。こうすることによってフライパンの中、油に残っているうまみを肉の上により乗せてより美味しく仕上げます。もちろん乾いているのを防ぐためもありますし、上から温かい油をかけることによって上からもゆっくりと火が入ってきます。この時点で網が引いてあるバットの上に置いて休ませます。このように金串を刺して5秒ぐらい待ってから唇の下につけて温度を確かめてください。このように休ますときは必ず網の上でロポゼ、休ませてください。休ませている間に肉汁が出て、せっかくカリカリクルスティオンに焼いているのに肉汁がついてしまいます。それでは休ませていた肉を切っていきたいと思います。まず端は薄くスライスして、あとは2センチぐらいの厚さにスライスしていきます。あまり薄すぎても美味しくないと思いますので、今回は分厚めに切っていきます。このようにきれいにキュイッソン、ロゼに仕上がっています。もちろん端の部分はシェフの特権で味見をします。味見ですけども非常に大切なことだと思います。盛り付けする前に必ずソース、肉、付け合わせはきっちりと味見をしてから盛り付けするようにしてください。それでは今回のガルニチュールアーティショーアライタリエンヌを盛り付けていきます。またこの動画他にありますのでそちらを参考にしてください。今回は大きいアーティショーカミュを使ったガルニチュールです。あとキュイッソンをかけます。そこにきれいなロゼに仕上がった和牛を置いて、あとアーティチョークのキュイッソンをソースとしてかけたいと思います。肉にキュイッソンがある場合は断面を見せるような形でソースで全てを覆い隠さないようにソースをかけてください。あと仕上げにフルドゥセルなどをかけて、今回の和牛のソテーアーティショーアライタリエンの完成になります。それではお疲れ様でした。ボナペティ。